こんにちは、スイラボです。今回はいつも撮影している部屋とは別の部屋で撮影をしています。いつも撮影に使っている部屋は作業部屋と呼んでいるんですが、普段はそちらで YouTube の撮影以外にもスイラボの作品制作を行っています。今いる部屋は仕事部屋と呼んでいるんですが、こちらは私が普段仕事に使っている部屋になります。カメラの後ろの方に机やパソコンなどがあって仕事ができる環境になっているんですけれども、ちょっと今は荷物が多くて映せない状態です。で、今映っている仕事部屋のこのエリアは引っ越してきてからずっと荷物置き場になっていて有効に使えていなかったんですね。さらに作業部屋の方は妻が仕事をしていたりスイラボの制作作業にも使っているので、音や匂いの出る作業をするときはちょっと妻に申し訳なく思っていましたし、 YouTube の撮影も基本的に妻が部屋を使用していない時にやるようにしていたので、こちらの仕事部屋にもちょっとした作業スペースを作って、そういった音や匂いの出る作業や YouTube の撮影はこっちでできるようにしようかと思っています。そこで今回から数回にわたってこのスペースの改造を行っていきます。で、まずやっていくのが照明の設置です。動画で伝わっているかわかりませんが、こちらのスペースは非常に暗いです。この部屋自体は 7.5 畳くらいあって、照明は8畳用のシーリングライトがついています。ただ、部屋の壁紙がグレーなためか、部屋の隅の方に行くとめちゃめちゃ暗いです。この反対にあるパソコンデスク側も暗いんですが、そちらにはダクトレールがあるので、そこにライトをつけています。こちらのスペースも家の設計時点では、ここの天井に引っ掛けシーリングだけつけておくようなことも考えてたんですけれども、最終的にやめちゃったんですよね。そこはちょっと後悔しています。ということで、ここは天井に何もない状態なので、どうやって照明をつけるか考えたんですけれども、どうせやるなら LED テープライトを使ってみようということで、今回はこちらの COB LED テープを照明として使ってみようと思います。LED テープライト自体は割と知ってる人も多いかなと思いますが、こんな感じで LED が柔らかい基板状に等間隔に設置されているもので、コントローラーなどを使って LED をいろいろな光で光らせることができるようなものです。裏面はシールになっているので、棚の裏とかに貼り付けて演出的な使い方をすることが多いのかなと思います。で、今回使うのはよくある LED テープとは少し違って COB LED テープというものになります。COB というのはチップオンボードの略になります。一般的な LED テープは柔らかい基板状に LED などがハンダ付けされることで構成されていますが、 COB LED テープは基板状に LED が直接形成されているものになります。ちょっとわかりづらいと思いますが、要するにハンダ付けタイプの LED よりもみっちりと LED が設置できるようになっています。例えばこちらの LED テープは5メートルで300個の LED がついているのに対して、 COB LED テープは1メートルで528個の LED がついています。5メートルだと2640個の LED がついていることになるので、先ほどの LED テープのおよそ9倍の LED が搭載されています。もちろん使われている LED 自体は違うので、明るさが単純に9倍になるわけではないですし、おそらく COB LED は今のところ単色で光るものしかありません。といろいろ説明しましたが、実際に光っているところを見てもらうのが手っ取り早いので光らせてみましょう。それではまずはこちらのテープ LED を光らせてみます。こちらは 12V 電源で光るタイプになります。で、LED テープは先ほども見せたようにこんな感じでリール状になっていますが、基本的にこのまま光らせてはいけません。LED は光ることで発熱するんですけれども、 LED 自体が熱に弱かったりするので、巻いたまま光らせると熱によって LED が壊れる可能性があります。こちらが先ほどの LED テープを壁に貼ったものになります。こちらを光らせてみると、
こんな感じです。結構綺麗に光ってるように見えるかと思いますが、肉眼で見ると LED 一個一個が光ってるように見えています。続いて右側に COB-LED テープライトを貼り付けました。こちらは 24V 電源で光るタイプになります。実際にどのぐらい電流が流れるかも見てみたいので、こちらの以前紹介したハンマテックの直流安定化電源を使って光らせてみます。電源の設定は 24V、5A としています。それでは電源を入れてみます。電源オン。めちゃめちゃ明るいですね。左側が普通の LED テープライト、右側が COB-LED のテープライトになります。普通のテープ LED と比較すると明るさが一目瞭然です。今5メートル光らせてますけれども、その時の電流値はだいたい 2.3A ぐらいになっています。この辺はいろいろな誤差があると思いますので、こんなもんなんだと思います。また右側の COB タイプは LED が密集しているので、光らせた時の LED の粒感っていうのがほぼ見えません。これなら照明として使っても十分効果がありそうですね。それでは早速取り付けていきたいんですけれども、今回はこちらのスペースをきれいに照らしたいので、 LED テープを真下とか真横に向けて貼るんではなくて、45度に傾けて設置をしたいと考えていました。そこでいいものないかなと探してみたところ、こちらを見つけました。こちらは秋葉 LED ピカリカンさんの通販で購入した角型コーナーフレームというものです。アルミでできたフレームになっていて、こんな感じで LED を貼り付ける部分が45度になっているので、これを下向きに設置するといい感じに光ってくれるんじゃないかと思います。アルミでできているので放熱にも効果がありそうですね。ちなみに今回は乳白色のカバーがついたセットを購入したんですけれども、カバーは乳白色じゃない方が良かったかもなとちょっと思っています。カバーは他に透明、半透明、スモークがあったんですけれども、照明用途だと透明か半透明の方が効率よく照らせたかもなと今更思っています。乳白色のカバーであまり光量が下がるようだったらカバーなしで使うかもしれません。続いて必要なのは先ほども紹介した COB-LED テープ。こちらはいくつか種類があるんですけれども、今回は DC24V で色が中白色、テープ幅が 10mm のものにしました。1メートルあたり528個の LED が載っています。続いて配線ですね。こちらは AMON の 1.25 スケアのダブルコードというものになります。そして電源ですが、 24V の AC アダプターは持っていなかったので、今回は HLUCKY753 というところの直流安定化電源を使います。今回必要なのは 24V の電源ですが、こちらは 24V の他に 12V と 5V の出力があります。手持ちに 5V とか 12V の LED テープもあるので、それらも光らせられるようにということでこちらを選びました。ちなみに LED テープの選び方とか配線の太さ、電源の選び方に関する内容はわからない方もいると思うので、別の動画でまとめてみようと思います。あとはもろもろ工具が必要になりますが、それはおいおい紹介しようと思います。それではまず設置するスペースの大きさを測ってみます。今回はここの4辺にテープ LED を設置してみます。こちらのアルミフレームが1本あたり1メートルなので、アルミフレームは6本用意しています。で、それぞれの辺の長さを測るんですけれども、こういう時はこのボッシュのレーザー距離計があるとめちゃめちゃ便利です。ボタンを押すと電源が入るんですけれども、電源が入るとこんな感じでレーザーポインターみたいのが出るんですけれども、こんな感じで測りたいところに置くと反対側の壁までの距離が分かるようになっています。この状態でもう一度ボタンを押すと、このように測定値がホールドされます。こういうコンベックスで天井までの高さとか壁から壁までの距離を測るっていうのが、結構難しいんで、こういう時はレーザー距離計があった方がいいですね。ということで実際にこれで測ってみると、
長辺側は 1.688 メートル。で、短辺はここにカーテンレールがあって外すことも考えたんですけれども、とりあえずこのまま行ってみようと思うので、ここの端から測ってみると、短辺側は 86.3 センチという風になりました。で、今回は LED テープのカットラインの都合で短辺側が勝つような配置にするので、短辺側は85センチとして、長辺側は1メートルプラス65センチに切ったものを使おうと思います。アルミフレームの切断はこちらの手のこで行います。これはきつい。はい、ということで一応こんな感じで切断できたんですけれども、いやしんどい。いやこれはきついな。やっぱ手のこでやるのは大変ですね。ちょっと切断はできたんですけれども、まだ断面がバリがあったりまっすぐじゃなかったりするんで、こちらのアルミにも使えるヤスリで整えていきたいと思います。それでは実際にアルミフレームを設置していきたいと思います。こちらのフレームには取り付け用の金具がついていて、こんなやつなんですけれども、これを壁に取り付けて、そこにフレームをこんな感じではめて固定するようになっているんですけれども、この金具ビス止めしないといけないんですよね。ちなみにセットにビスは入ってないので、自分で用意する必要があります。うちは持ち家なのでビスを使うこと自体は大丈夫なんですけれども、まだ住んで1年くらいなんでビスはちょっと避けたいなということで、マスキングテープを貼った上に両面テープでアルミフレームを貼り付けてみようと思います。マスキングテープも年数経った時に綺麗に剥がせるかっていうのはわからないですけどね。ということで、まずは壁の天井ギリギリのところに全周にわたってマスキングテープを貼り付けていきます。はい、マスキングテープが貼り終わりました。それではこの上にアルミフレームを貼り付けていきます。使う両面テープは一応剥がせるタイプのものを使いますが、こちらはビニールクロスには使えないみたいですね。ちょっとどうなるかわからないんですが、とりあえずこれで取り付けていきます。ちなみにアルミフレームの奥行きが 16mm なので、両面テープ止めする際は 15mm 幅のテープを使うと良いかと思います。それでは取り付けていきます。はい、ということでアルミフレームの方貼り付けが終わりました。こんな感じですね。一応ちゃんと貼り付いてはいるんですけど、ちょっとね、壁が一部まっすぐじゃないのか、アルミフレームが歪んでるところがあるのか、ちょっと部分的に浮いてるところがあったりします。ちょっともしかしたら使ってる間に剥がれてくるかもしれないですけれども、とりあえずこのまま先に進めたいと思います。続いて LED テープを貼り付ける前に電源の準備をしていきます。こちらの安定化電源は 100V を入力するわけですが、そのためのケーブルもついていなかったので、家に余っていたケーブルを切ってきたので、こちらを取り付けられるようにしていきます。まずはケーブルの外側の被覆を剥いて、ワイヤーストリッパーで被覆を剥いていきます。そしたらこちらの丸型端子を圧着工具で圧着していきます。
根元は熱収縮チューブで保護をしておきました。それでは電源に取り付けていきますが、ちょっと微妙に先ほどの丸型端子だと幅が入らなかったので、少しだけ両側を加工しています。で、こちらの AC インと書かれている L と N っていう端子に接続していくんですけれども、AC なので極性は気にしなくてもいいかなとは思いますけれども、こちらのケーブルの中の線が黒と白に分かれてましたので、黒を L、白を N に接続していきたいと思います。こんな感じで取り付けました。そしたら一旦この段階でコンセントにつないでみて 5V、12V、24V それぞれの出力をマルチメーターで確かめていきます。5V が 5.189V、12V が 12.47V、24V は 26.10V 出てるみたいです。それぞれの電圧測ってみましたけれども、どれもちょっとずれてる感じです。で、こちらの電源はこの奥にですね、調整用のトリマーがついています。ただこれは 5V の調整用のトリマーになっているんですけれども、どうやらここのトリマーを調整すると 12V も 24V も変化するみたいです。なのでちょっとこちらで調整をしてみます。今こちらのトリマーを半時計回りに時計でいう10分くらい回してみましたけれども、この時の出力が 5V が 4.913V、12V が 11.83V、24V が 24.8V になりました。ちょっと 5V と 12V は狙いよりもちょっと低いですけれども、これでも 24V が 24.8V とちょっと高めに出てるので、一旦このぐらいにしておこうかなと思います。ちょっとこのトリマーだけで全部調整するのは難しいみたいですけれども、だいたいそれぞれがプラマイ 5% ぐらいに収まってればいいのかなという感じで、一旦このぐらいの調整にしておこうと思います。で、続いてはこちらの電源に LED テープを接続して光らせてみようと思います。こういう時はこんな感じの端子台と DC プラグが一緒になったようなやつがあると便利です。とりあえずお試しでつけるので、反対側は端子処理などはしてないものになります。で、こちらの電源はオンオフスイッチのようなものはありませんので、一旦コンセントを抜いてから LED を接続していきます。はい、それでは電源に LED テープ接続しましたので、コンセントに挿していきたいと思います。はい、ちゃんと光ってますね。で、こちらの電源はファンレスなのでとても静かです。若干コイル鳴きみたいな音はしますけれども、よっぽど耳を近づけないと気にならないレベルかなと思います。あと触った感じもこの辺がほんのりあったかくなるぐらいで、ほとんど熱くなってる感じもしないですね。ただコンセントを挿すと電源が入ってしまって、そこがちょっと不便なので、スマートプラグなんかで電源のオンオフをするといいかもしれないですね。それでは LED テープを貼り付けていきますが、今回はこちらの DC プラグは使わないので、この根元からハンダを溶かして配線を取り除いていきます。はい、というわけでハンダゴテがあるのが作業部屋なので、そちらでハンダ付けと熱収縮チューブによる保護をしてきました。それでは早速こちらを貼り付けていこうと思います。で、 LED の設置なんですけれども、最初はアルミフレームの長さごとに LED テープを切って、それで間は配線でつないでいく感じで設置していこうかと考えてたんですけれども、ちょっと LED テープの方はカットせずにこのまま貼り付けをしていきたいと思います。
はい。というわけで LED テープ貼り終わりました。結構 LED テープ側の両面テープが強めだったので、そうそう簡単には剥がれ出すそうではあります。ちょっと今回カットせずにやったので、角の部分がちょっと微妙な感じにはなってますが、とりあえずいいでしょう。で、ぐるっと一周貼ったわけですけれども、ちょっと動画外でこのテープ1箇所だけカットをしました。1ブロック分ですね、カットをしたんですけれども、ちょうどその分だけ最後足りなくなってしまいました。計算的にはちょっと余るぐらいかなと思ってたんですけれども、最後こんな感じになりました。はい、それではとりあえずテープ貼り終わりましたので、この時点で一旦点灯してみようかと思います。現状のこの部屋の明るさに対してどのぐらい明るくなるのか楽しみですね。それでは点灯してみます。電源オン。おーあ、すごい明るい。あ、すごいですね。これ、いいですね。はい。正直、このテープライトだけだと、この下で作業するには暗いのかなって思ってたんですけれども、この明かりだけでも結構十分明るいですね。今ちょっと下に行って見てみましたけれども、手元もこれで結構明るく照らせるような気がします。いや、すごいわ、これは。あと色味なんですけれども、今回中白色にしましたが、さっき LED 単体で光らせた時はちょっと黄色いかなと思ったんですけれども、実際こうやって照らしてみると白すぎず黄色すぎず、割とナチュラルな感じの光になっている印象です。ちょっとカメラ越しで見ると白く見えるかもしれないんですけれども、結構ナチュラルな感じの明かりになっています。いや、これはいいわ。はい。で、今ちょっと左側の部分だけ乳白色のカバーつけてみたんですけれども、結構やっぱり光量落ちちゃいますね。やっぱ照明にするんだったら透明か半透明のカバーを買うべきでした。ちょっと見てくれはあれですけれども、ここの天井の LED テープ部分に関しては、今回の部屋の改造動画以外では映り込んでは来ないはずなので、ちょっと今回はカバーなしで行ってみようと思います。いや、それにしても明るい。あと、こちらの配線を隠す方法ですけれども、一応ですね、綺麗に隠れるような方法っていうのは考えてあるんですけれども、ちょっとパーツが届くのにしばらくかかりそうなので、それまではこちらのグレーというかシルバーのマスキングテープで隠しておこうと思います。はい、予想通り綺麗に貼れなかったですね。とりあえずパーツが来るまでの2週間ぐらいの辛抱なので、とりあえず暫定対策としてはこれでよしということにしておきます。はい、ということでこのスペースの照明設置としてはこれで完成ということになります。ほう、すごい。すごいね。マジでそんな明るくなるの？なんかお店のショールームみたいな感じの明るさだね。めっちゃすごい。全然違う空間になったね。なんか全然使い道なかったもんね、暗くて。わあ、すごい。すごいよ。しかもいい明るさだね。はい、ということで COB-LED テープを使った照明の設置が完了しました。いや、思ってた以上にこのスペースが明るくなってほんと良かったです。明るさ的にもこの下に机を置いて作業する時の手元なんかもこれだけで結構明るく照らしそうな感じの光量になっています。いや、ちょっと思った以上に良かったんで、他の部屋とかでもやってみたくなっちゃいますね。キッチンとかウォークインクローゼットとかに取り付けても実用性もありますし、見た目もいい感じになるんじゃないかと思います。今回こちらを作るにあたってかかった費用は、工具とかを除いてですけれども、だいたい15,000円ぐらいですかね。なんですけど、結局こちらの乳白色のカバーだったり取り付け用の金具っていうのは使わなかったので、このアルミフレームをセットじゃなくて単体で買うようにすれば1万円ちょっとぐらいでできるんじゃないかと思います。いや、いいな。
あと、今回の作業で一番大変だったのは、このアルミフレームを切断するところでしたね。いや、これはなかなかしんどかったです。正直もうやりたくないレベルです。次やることがあれば、何か電動の工具で切ったりする方がいいですね。あと何回かにわたって、こちらのスペースの改造をしていきますので、もしよかったらまた見てください。それでは今回の動画は以上になります。このチャンネルでは 3D プリンターや電子工作関連の動画をアップしています。チャンネル登録、グッドボタンいただけるとモチベーションにつながります。またコメントもお待ちしております。それでは次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。